Assalamu alaikum、こんにちは。私はイスラム科学の教師です。私はこのチャンネルでイスラム教とトルコ文化についてのビデオを作っています。今日は進化についてお話しします。私は進化論を受け入れません。進化論を受け入れない理由はたくさんあります。しかしここでいくつかの理由を述べたいと思います。進化論は無神論者が神の存在を否定するために使用する理論です。しかし、この理論は神の存在を排除するものではありません。なぜなら、アッラーが望むなら、アッラーは一つ創造物を創造するからです。彼がそう望むなら、彼は単一の種から増殖することによってそれらを作成します。したがって、進化論は無神論の証拠に離れません。それで進化のようなものはありますか？なし。科学的に証明されていないからです。では、進化とは何ですか？進化とは単一の細胞から時間の経過とともに全ての種が発達することです。この定義の何かがあなたの注意を引きましたか？時間の経過とともに完璧にするのは理にかなっていると思いますか？しかし時間の経過とともに生物は劣化して老化します。時間の経過は有機体を完成させません。逆にそれはそれらを老化させて殺します。人間が生まれてから時間の経過とともに年を取って病気になるのと同じように。これはエントロピーの法則と呼ばれます。この法律によれば、すべてが時間とともに劣化します。この状況は進化論者の定義と矛盾しています。次に、無神論者と進化論者を困難な状況に陥らせる別の問題について話します。このトピックはエピジェネティクスと呼ばれます。それについて話す前に、進化の部分について話しましょう。進化にはマイナー進化とメジャー進化の2つの部分があります。マイクロエボリューションとは、それ自体の中にある種の多様性を指します。一方、主要な進化とは、異なる種間の多様性を指します。つまり、時間の経過とともに大きな猫になる猫はミクロ進化と呼ばれ、犬に変わる猫はマクロ進化と呼ばれます。ただし、最近の研究では、微小進化は性的であることが示されています。言い換えれば、エピジェネティックな DNA を変化させることなく、ヘルパー遺伝子の出現によって発生するのは遺伝的変化です。つまり、生物の外見は環境や気候条件によって変化しますが、その DNA は変化しません。例えば、非常に高い高度に住む人々の体は、呼吸を促進するためにヘモグロビンを生成します。例えば、個人が何年も高原に住んでいる場合、彼らの子孫はより大きな鼻を持ちます。例えば、私はトルコの北部に住んでいます。それは非常に山岳地帯であり、人々は一般的に高い場所に住んでいます。トルコで最大の花を持つ人々がこの地域から来るのはそのためです。進化論者はこの状況を偶然の DNA の変化に帰した。しかし、最近の科学的研究では、この状況の理由は微小進化によるものではなく、エピジェネティクスによるものであることが理解されています。言い換えれば、この状況は偶然によるものではなく、すでに私たちの DNA にある予備の遺伝子の環境への適応によって引き起こされることが証明されています。
言い換えれば私たちはそれを私たちを想像したあらがあらゆる可能性に対して私たちの体に置いた保護シールドの活性化としてテイクすることができます。これらのバックアップ遺伝子は常に私たちと一緒にあり、偶然に発生することはありません。言い換えれば夏の夏用タイヤと冬用の冬用タイヤのように設計された車を想像してみてください。あらゆる挑戦に備えた車を考えてみてください。あなたはこれを計算したエンジニアがどれほど素晴らしくて賢いかを理解しています。同様に人間はあらゆる状況に対応できる予備の遺伝子を持っており、これは人間を設計した創造者の完璧さを示しています。これにより微小進化つまりそれ自体の種内での種の変更が不可能になります。ミクロの進化がなければマクロの進化はありえません。なぜなら一つの種が独自の進化を持っていない場合、二つの異なる種の進化は不可能だからです。言い換えれば人間が類人猿のような異なる種から来たと述べている大進化の見方も反駁されています。これとは別に進化論者は進化を証明するために様々な主張をしました。進化論者によると彼らは細胞の形成のためにそれが最初のタンパク質であったに違いないと言いました。それから彼らはそれが DNA を持っているに違いないと言いました。それから彼らはそれが DNA を持っているに違いないと言いました。しかし科学的研究によればこれらの要素の一つは他の要素なしでは存在できません。言い換えればこれらの3つの要素をまとめて細胞を形成できるようにするためには誰かが必要です。なぜならクリエイターがいなければこれらの3つの要素が出現して一緒になることはできないからです。細胞が形成されるようにそれらをまとめる誰かがいるに違いありません。進化論者はこれについても間違っていました。しかしアッラはコーランで彼がどのように人を創造したか、そして彼が彼に全ての知識を教えるときについて話します。ビスミッラヒルラハマニルラヒーム。またあなたの思いが先に天使たちに向かって本当に我は地上に代理者を置くであろうと仰せられた時を思い起こせ。彼らは申し上げた。あなたは地上で悪を行い血を流す者を置かれるのですか。私たちはあなたを立ててしまたあなたの神聖を常備していますのに。彼は仰せられた。本当に我はあなた方が知らないことを知っている。彼はアダムにすべてのものの名を教え、次にそれらを天使たちに示され、もしあなた方の言葉が真実なら、これらのものの名を我に言ってみなさい。と仰せられた。彼らは答えて申し上げた。あなたの栄光をたてえます。あなたが私たちに教えられたものの外には何も知らないのです。本当にあなたは全知にして英明であられます。彼は仰せられた。アーダムよ、それらの名を彼ら天使に告げよ。そこでアーダムがそれらの名を彼らに告げると、彼は我は天と地の奥義を知っているとあなた方に告げたではないか。あなた方が言わすことも隠すことも知っていると仰せられた。また我が天使たちにあなた方アーダムにサジダしなさいと言った時を思い起こせ。その時サジダしたが悪魔イブルーシ
だけは承知せず、これを拒否したので傲慢で不信の徒となった。見られるように最初の人間は一般的な信念に反して話すことができない結局人ではなく、記憶に預言者として送られ、すべての知識を備えた完璧な生き物として作成されました。単に賢明で強力な神を受け入れないために無神論者によって提唱された進化論はまだ証明されていません。無神論者に聞きたいです。無神論者は神を信じていません。ですから、宇宙全体や生物が無知な物質から来ていることを受け入れるということは、それらの物質を神にすることを意味すると思いませんか？全能者であり、すべての創造主であるアッラーを信じることをお勧めします。ありがとうございます。じゃあまたね。アッサラムアレイクム。